あの霧のせいで振り出しに戻ったな。仕方がない。この部屋から仕切り直しだ。うん。現状を一度整理する時間が必要だな。闇雲に部屋を回ったとしてもまた同じことだ。なるほど、それはいい案だな。行った部屋を洗い出し、まだ確認が済んでいない部屋を調べた方がいい。そうすれば残りのタロッコがありそうな部屋の当たりはつけられそうだな。この船内地図によると、僕たちはこの船の2階と3階の部屋の確認は済んでいる。となると、全く手をつけていないのは最下層にある部屋と甲板にある船長室だな。今の状況ではどちらの部屋に残りのタロッコがあるとは言えない。近い方から順に回って確認をしていった方がいいだろう。うん。今後の動きについては決まったな。あとは重要な問題が残っているが、それはあの錬金術師についてだ。あいつがもしも魔術師のカードと契約しタロッコの力を手に入れているとすれば厄介だ。もちろんあいつがタロッコと契約したという確信はないが、あの偽のリベルタがあいつの変身したものだと仮定するならば、タロッコとの契約により得た力だと考える方が自然だろう。となればあいつは再び誰かに変身しお前を狙ってくる可能性がある。たとえ見知った人間だとしても疑ってかかれ。うん。例えばパーチェが「お嬢!」と走ってきてもそこは避けるなど。お嬢！言ったそばから来たな。お嬢、なんで避けるの？それはお前が危険だからだ。は？どこが？全部だ。うん。ちょっと、なんでそんな笑顔なの？ところでお前はここで何をしているんだ？ああ、俺は。ここが食堂？よかった。迷ってたんだよね。お前一人か？デビトやルカはどうした？食べ物を探して歩いてたらいつの間にか二人がいなくなっててさ。それは自業自得だ。まあそうかもしれないけど。珍しいな。お前が非を認めると。まあね。で、そうだ、指輪。指輪？お嬢、指輪持ってる？ノバからもらったやつ。いや、さっき会った時見たかったんだけど、ほら、二人ともすぐに出て行っちゃったじゃない？だから次に会ったら見せてもらおうと思ってさ。
お嬢、お願い。見たらすぐに返すから。うん。ありがとう、お嬢。これがノバが送った婚約指輪か。綺麗だね。おい、いつまで眺めているつもりだ。わかってる。今返すよ。はい、お嬢。あ、まったく、何をやっているんだ。ごめんね。大事な指輪なのに落としちゃって。許してくれる？うん。ありがとう。お嬢は天使だ。いちいち大げさだな。でも、俺にはそう見えたんだからしょうがないよね。そんなお嬢の顔を見せられたら抱きしめたくなっちゃう。からかいがいのあるやつ。何か言ったか。別に。あさって俺はデビトとルカを探しに行かないと。じゃあまたね、二人とも。相変わらず騒がしいやつだな。は僕たちも食事をとったらここで休むことにしよう。明日は日が昇ったら行動を開始する。昼間の明るいうちに敵の居場所を突き止め、そして夜になる前に決着をつける。だから休んでいる間はむやみに出歩くなよ。この船の中には幽霊や骸骨がいる。襲われでもすれば一人では太刀打ちできない。無駄な戦いで体力を消耗するわけにはいかないからな。うん。ではまずは食事だな。ここには昨日からいるが大した食料は置いていないようだ。あるとすればリンゴか。至る所にリンゴが保存されているな。この船には相当なリンゴ好きでもいるのか。うん。はあ？何かあったのか。フクロウタもお前も様子がおかしいが。うん。何もないならいい。だが何か気がついたことや問題があれば話してくれ。この船から脱出するにはお互いの状況が分かっていた方がいい。僕もなるべく気がついたことはお前に話すようにするから。うん。これは僕が渡したものではない。そうか。ということは指輪はどこかですり替えられて。まったく何をやっているんだ。ごめんね。大事な指輪なのに落としちゃって。そうか。パーチェだ。あの時僕たちの目の前にいたのは本物のパーチェじゃない。
おい待て、どこへ行こうとしているんだ。もしかして指輪を取り返しに行こうとしているのか。だったらやめておけ。今日はもう遅い。今出ていて襲われでもしたらどうする。指輪なら明日取り戻しに行けばいい。とにかく今日はもう休むぞ。僕は部屋の外にいる。何かあればすぐに僕を呼べ。ごめんね。大事な指輪なのに落としちゃって。あの時、僕たちの目の前にいたのは本物のパーチじゃない。うん。あの偽物は一体何者なんだ。なぜ指輪をすり替える必要があった。まさかあいつをおびき寄せようとでもしているのか。いや、でも最初に僕たちを襲ったあの男、あいつがなりすましていたとしたら、あいつの狙いはフェリチータだ。扉の音？まさか！フェリチータがいない。一人で指輪を取り戻しに行ったのか。どうしてあいつは考えなしなんだ。どうしたの？そんな怖い顔して俺のこと見て。ああ、もしかしてこれ探してんの？やっぱりか。ってことはもう俺のことバレてんのか。じゃあこの格好しててもしょうがねえな。俺はアッシュ。お前とは前にも会ってるよな。そんな警戒すんなよ。お前が俺の言うこと素直に聞いてくれたら手出しはしねえよ。なあ、タロッコについてお前が知ってること全部話せ。お前もタロッコの契約者なんだろ？だったら知ってることが何かしらあるはずだ。ほら、話せよ。そうか。素直に話すわけねえよな。だったら、やっぱり力ずくで。お前が俺に勝てるわけねえだろ。あいつが出て行ってからそこまで経っていないはずだ。ならばまだこの近くにいる。おい、フェリチータ！どこにいるんだ？そこにいるのか？骸骨の群れ。あいつの元へ向かうのならこいつらを倒してからというわけか。
望むところだ。はあ！倒しても倒しても新しいやつが現れるとはな。これではいくら倒してもキリがない。フェリチータ、待っていてくれ。ここまで来れば静かに話ができそうだな。睨むなよ。確かに手荒な真似はしたが、それはお前が素直に話さないからだぜ。ここまで来れば当分邪魔は入んねえ。思う存分話ができる。さっきも聞いたが、タロッコについて教えろ。お前が話してくれれば指輪返す。こういうのは10日交換だろ。俺は助けたい奴がいるんだ。そいつもこの船に乗ってる。そいつ、俺が持ち帰ったタロッコを手に取ったらおかしくなった。あんなこと初めてだ。なあ、お前だったらわかるんだろ。相変わらずだんまりか。まあいい。まだ時間はあるしな。そう睨むなよ。睨んだって逃がさねえよ。俺を睨んでる暇あったら、助けが来るようにでも祈った方がいいんじゃね？お前の婚約者に早く来てくれってな。すっげえ自信。けど、それだけ信頼してるってことか。ま、あいつがこの場所を見つけられる保証は。それは残念だったな。チッ、なんだ、時間切れか。フェリチータから離れろ。ああ。今すぐに離れろ。さもなくば切る。お前はすぐに逃げろ。ここは僕が相手をする。指輪を盗みベルを誘い出すとは許しがたい行為だ。さすがタロッコの窃盗犯はやることが違う。誘い出すなんて人聞きの悪いこと言うなよ。俺はただイチゴ頭と話がしたかっただけだ。それにその窃盗犯っていうのやめろ。俺にはアッシュって名前がちゃんとある。分かったか豆。黙れ。お前の言い分など聞かない。お前の立ち筋は分かりやすい。一回は驚くかもしれねえけど、それだけだな。なんだと？ただそうして怒りに任せて剣振ったって当たんねえよ。それにお前なんか疲れてねえ？ここまで来るのに息切れか？大方骸骨どもに囲まれでもしたんだろう。その顔は図星か。ってことはここに来るのも時間の問題だな。
ほら来たな。タロッコ、運命の輪が近くにある。よしや。タロッコが必要だ。早く我が手に。この様子聞いちゃいねえな。おい待て、指輪を返せ。通路に骸骨の群れか。顔追いするのは無理だな。それに僕の体力も持ちそうにないな。この場は逃げるぞ。このままここにいても骸骨に囲まれているだけだ。夜は敵が潜む危険性がある。部屋から出るなと言った。それなのになぜお前は外に出たんだ。お前は白が足りなすぎる。少し考えれば危険なことはわかるだろう。別に謝ってほしいわけじゃない。あいつに取られた指輪を取り返したいという気持ちはわかる。僕にとってもあの指輪は大切なものだ。だが、それ以上に大切なものがあるだろう。あんな指輪なんかのために、どうしてお前は。何をそんなに怒っているんだ。怒りたいのはむしろ。僕からもらった指輪だから大切だというのか。だから、どうしてお前はそうやって恥ずかしげもなく言うんだ。お前は本当にいつも素直だな。僕も言い過ぎだ。お前の気持ちは分かった。僕もそれを否定するつもりはない。指輪を大切にしてくれる、その気持ちは嬉しい。でも、その指輪のために、お前が傷つくところは見たくない。しかもその原因が、僕が渡した指輪だとしたら、僕自身を許せない。その気持ちも分かってほしい。ああ、そろそろ休んだ方がいい。今日は疲れただろう。前と同じように僕が外を見張っている。だから、お前は安心して休むといい。なあ、一体何の真似だ。お前、無理やり僕を寝かしつけようなんて。僕はお前の言う通りにはしない。わかった。僕も一緒に寝ることにする。僕は入り口側にいるから、お前は奥で寝ろ。それなら問題はないな。そんなことで、なんでお前はそんなに嬉しそうなんだ。いいから休め。明日、
また昼過ぎまで寝ていたら、今度こそ僕はお前を置いて先に行く。まったく、その強引さにはいつも呆れる。でも、嬉しくも思う。